はい、それでは今日はこれです。シャインマスカット、芽が出てきた。結構出てきた。もうなのでちゃんとでも全部出てきてくれてると思う。あ、でも出てないところもあるな。あ、ここ出てきた。よかったよかった。なので今回はこれ材料が届いたので、雨よけ、ビニールの雨よけをつけていきたいと思います。やっぱりなんていうの、ブドウは路地そのまま雨の吹きさされる足だと病気の防除がやっぱりいくらやっても追いつかない、うまくできないので、雨よけをやって、ちょっとどうかな、やって、栽培していって成功率を高める。今年はたくさんなる予定にはなっているので、多分、雨よけをやればかなり成功率が上がると思います。はい、じゃあこれから組み立てていくんだけど、多分メロン栽培の合間でやるので 2,3 日かかると思いますが、少しずつ途中経過をやりながら、撮影していきたいと思います。はい、それではシャインマスカットの雨よけのとりあえずパイプ作りました。ラスト1本。このアーチパイプが1本だいたい税抜き800円、802円だけど800円。買ったのはホームセンターとかじゃなくて、僕たち百姓でハウスとか建てたりするので、それの会社にお願いしてあれしました、頼みました。このアーチパイプで、これ二山になってるんですけど、片方で17本、8メーター、7メーター60の4メーターなので、だいたい50センチピッチで入れようと思って、34セット頼んだんですけど、ちょっと入れすぎぐらいかもしれない。入れすぎたかな。もっと半分でもよかったかもしれないな。これはそれとこれね、クロスパイプクロス 486 と、これが 486×19、 これがだいたい300円、312円税抜きだから340円ぐらいですかな。これをこっち来て、こうやってクロスでこう手元、ここいらでくさびを入れて、でくさびを打ち込む。中に棚がぶどうありながらやるのはすごく大変で、これで完成で、このアーチ2アーチやるだけで、これで全部で上のアーチとこのクロスだけで4万5千円使っちゃった。4万7千円ぐらいだったんだけど、初っ端切ってくれて税込み4万5千円でなりました。で、あとはこれで上にかけるフィルムがだいたい1万ちょいだっつってたな。それとこの後また処和していくんですけど、ここの周りに全部ビニールペットを処和していきます。ここはちょっと処和してみた、試しにうちに
ハウスの残り部材があったので、それを昭和して最終的にまた、この次の段階、次はビニベッドを昭和する段階に移るので、そしたらまた撮ってみたいと思います。はい、それでは次、これビニペット、両脇にビニペット昭和せます。このビニペットはうちにアリモンだったからお金はかかってないんですけど、買えばこれアルミだから多分6メーターもんで3000円ぐらいすると思う、1本。そしてこれはビニペットジョイント、これとくさびで留めるんですけど、これがセットです。こうしてこっちからこうしてでくさびを打つ。これで出来上がり。もう一箇所、これでビニペットが止まった。でまあこれテックスとかのネジで留める人もいるんですけど、パイプに穴を開けたくないんですね。パイプに穴開けると、そこから腐食で、パイプが腐ったりとかするので長持ちしなくなる。ブドウは結構長い期間やる植物なので、こっちが先に朽ちないように、穴は開けないです。全部一切パイプには穴開けてない。特にこの横のペットは雨がここに溜まったりして腐りやすいから、横のビニペットは要注意です。そして最後つま面にもビニペット、こんなこれはねビニペット平行ジョイント486とビニペットを背負わせるための平行ジョイント、こういうのがある。これが1個290何円税抜きなので300円以上します。これもこっちでこんな感じで、こっちからくさびを打てば固定されるっていう。ほら、これで穴開けずに、これはねここのところにちょうど先に誘引線、エステル線引っ張ってあるから、これを越えるように設置してみました。これで骨組みは一応完成。これからフィルムを貼っていきます。はい、とりあえずはい、それではこれフィルム転調していくんですけど、これが旧三菱 MKV アドバンスのアグリスカットっていうやつで意外と高かった。4メーター幅4メーター60で長手が10メーターで買ったんですけど、税込みで1万6000円ぐらいした。すっげえ高かったけどなんか丈夫らしい。013 ミリのフィルムを貼っていきます。とりあえずここまで。
よし、とりあえずもういいです。またできそうになった感じです。ベニペットのスプリングってさ、こういう形になってるんだけどさ、こっちで入れていくと綺麗に入る。これ逆にこっちからこう入れていくと、ここが角がきついんだけど、ほら角がコキンってなってるでしょ。だからこういう場合はこっちから入れていくと入りやすいっていうか入れやすい。まあ農家的には結構常識だったりするんだけど、この向きでちゃんとに入れていきたいね。余剰分も大体同じぐらいでうまく貼れてる。いいよ、とりあえずは。はい、それではできました、魔除け。これでもう言い訳が効かなくなったな。ちゃんとに作りこなさないといけない。で、総額が結局上の部材でだいたいですけど5万円、そしてフィルムが1万7000円で、あとはあったものの部材でやったんであれですけど、これを1からやるとしたら多分9万だな。9万超えるな。っていうか、これで9万超えるんだったらさ、シャインマスカット買った方が早いです。高級シャインマスカット。まあでも毎年の楽しみがあるからね。そしてこれフィルムも栽培終わった後半袋をかけたりしたらもう外すようにするんですけど、来年も使えるように少し幅も長めで、長手方向もちょっと長めに取ってあるから、剥がすとこれフィルムポリフィルム縮むんだよね。だから次貼り直す時に寸法が足りなくなっちゃうと思うので、ちょっと長めに残してやって、だからこのタレの部分をちょっと工夫してうまくしまいにしないといけない。でもよかったな。これで黒糖病とか病気からだいぶ守られると思う。今年はいいブドウを作っていこうと思います。できた。いいね。なんかいい。バーベキューできるな、ここで。雨が降っても。それでは、じゃあ今年も、多分最初のこのハウス作る動画、最初からで1週間ぐらいかかってるんですけど、もうこの目の大きさが多分最初に撮った時より全然違うと思う。もう目を選んでいかないといけない時期になってきました。はい、それでは今までご視聴ありがとうございます。次の機会、次はこの目を選定していきたいと思います。はい、では雨よけを作りました。できました。